紳士淑女の皆様、そして画面の前の皆様、今こそ宴の星ピノコニーにご注目ください。あまたの英霊が参加する中、その聖杯戦争には希望に応じず絶望の時にのみ姿を現す者がいた。正義の執行者として黙々と人類を守り続けてきたその無名のサーバントは、何のためにピノコニーの地に降り立ち、どんな波乱を巻き起こすのか。今回の一手請求では無名の英霊アーチャーに迫っていこう。本日のゲストは美しき夢と聖杯戦争の参加者にして市場開拓部に属する汚名にまみれた優秀な青年スコートさんだ。このフライドチキンめ、おめえはやめろ。トラウマがあるんだ。悪知恵が働くとか悪名高いとかでいいだろう。ほう、では正義の味方であるアーチャーはスコートさんの天敵ってわけか。正義は必ず勝つというしね。はっ、こういうお人よしほど私の罠にはまりやすいんだよ。へへ、はあ、無駄話はよそう。タイム is 信用ポイントだ。さっさとアーチャーのスキルを紹介してくれ。はは、分かった分かった。アーチャーは遵守の運命を歩む漁師属性のキャラクターだ。アーチャーって名前のくせに弓使いじゃないのか。この時代に弓矢なんて分かってないね。通常攻撃では干渉爆矢で指定した敵単体に漁師属性ダメージを与える。戦闘スキルでは SP を2消費しカラドボルグを発動して回路接続状態に入る。何を大げさに言うかと思えば結局弓矢も使うんじゃないか。同時に指定した敵単体に漁師属性ダメージを与える。今ドカーンって言わなかったか。矢じゃなくて爆弾なのかよ。爆弾じゃなくて剣だね。回路接続中は戦闘スキルを発動してもターンが終了せず戦闘スキルを連発できる。その際発動回数に応じて戦闘スキルによるダメージがアップするぞ。はっ、ごまかされないぞ。5は2で割り切れないんだ。このスキルも2発が限界だろう。さすがは天才、いい着眼点だな。だが残念、奇跡覚醒後のアーチャーがフィールドにいると味方の最大 SP が増えるんだ。また他の奇跡を覚醒させると味方が SP を獲得した後 SP が4以上の場合アーチャーの会心ダメージが一定ターンアップする。その程度か。3発ともかわして足払い1発で仕留められそうだね。ではこの技はどうかな。必殺技ではアンリミテッドブレイドワークスを展開し閉じ込めた敵を無数の宝剣で攻撃する。指定した敵単体に同種属性ダメージを与え同時にチャージを獲得するぞ。確かに厄介だ。だが勝てないなら逃げればいい。幸い逃げ足には自信がある。どこまでも追ってくるってことはないだろう。それはどうだろうか。自身以外の味方が敵を攻撃するとアーチャーはチャージを消費してその敵に追加攻撃を行い SP を回復する。また秘技を発動してから戦闘に入ると敵全体に量子属性ダメージを与えてチャージを獲得する。おのれ、まあだがこれなら。おや、まだ何か秘策が。いや、どうせまた論破されるんだ。やめとこう。ではまとめといこう。アーチャーは単体相手に高い火力を発揮する。戦闘スキルは連発するほどダメージがアップし追加攻撃や必殺技も有効な攻撃手段となるだろう。よって SP をうまく管理しいかに戦闘スキルを連発できるかが鍵になるだろうね。フライドチキン、これがアーチャーの全てだっていうのか。おや、物足りないみたいだな。はっ、私はそこまで愚かじゃない。今回はあの銃の赤心の一人アベンチュリンのサーバントなんだ。この程度のはずがないだろう。ならちょうどいい。なんとアベンチュリンさんが番組のためにアーチャーの戦闘映像を特別に提供してくれたんだ。さすがは聖杯戦争のベテラン選手。練習試合でも一切手を抜かないね。味方の協力を得たアーチャーは開始早々に攻撃を仕掛け次々に敵を倒す。そして溜まった EP でアンリミテッドブレイドワークスを展開し敵に大ダメージを与えつつチャージを獲得する。隙のない猛攻で敵は総崩れ。味方はまさに破竹の勢いだ。
問題ない。でかいのが反撃すればこっちのもんだ。味方が続けて攻撃し、その度にアーチャーが追加攻撃を発動。アーチャーの添付により追加攻撃を行うたびに味方の SP を回復していく。 SP が6まで溜まったぞ。私の全財産よりも多いなんて。ところで6を2で割ると誰算数くらいできるわ。ほう、ならばこの計算にもついてこれるかな。花火が必殺技を発動し味方の SP が8になる。その後アーチャー選手が標的に立て続けの4連射。当然敵に防ぐ術などない。目まぐるしい連続攻撃を前に敵はあえなく敗退。大金帰宅。どうだったかなスコートさん。この情報があれば聖杯戦争で先手を取り有利に動けるだろう。こいつは強すぎる。それにあのアベンチュリンもいるとなると正面からでは勝てないな。まさか危険するつもりか。このリンドンスコートがそんな真似をするとでも。美月なのかという私並みに卑怯なものを知っているか。ああ、そこそこ知っているな。奴から学んだのだよ。強敵に勝つには前日の夕飯に通常の倍の下剤を混ぜてやればいいと。なるほど、さすがスコートさん、噂通りの卑怯っぷりだな。ブートヒルさん、どうしてここに。安心しろバーディー、あんたに用はねえよ。ついさっき赤い服を着た白髪のやつからロリポップ開拓部の兄弟が来てるって聞いてな、挨拶に来てやったんだ。赤服に白髪、アーチャーか。正義の味方がこんな卑怯な手を使っていいのか。設定と違うだろう。フクロウ、そいつを止めろ。助けてくれ。できることなら助けてあげたいが。おう、あんたか。ベイビー、じっくり語り合おうぜ。ありったけの時間を使って言いたいことを全部吐き出すんだ。すっきりするまでね。逃げんのってラブリー。何でも聞いてやるぜ。ああ。